知るほど好き。バーチャルで音楽活動を始めたいって思っている人が一歩こう踏み出せるような何かアドバイスとかって何かありますか？はい、私すごいそれ考えたんですけど、もうね、どの時代も何か一歩踏み出すって同じなんですよ。なのでバーチャルで活動するのも、例えば私もっと遡るとストリートライブとかライブハウスに出るところから始まってるんですけど、あと配信を始めるとか多分一緒なんですね、どれも。なので何か一歩するのに、バーチャルだからってことは私はないと思っていて、でやってみたい、じゃあどうやってやるんだろうまで言ったら、あとは準備がいろいろ言いたくなると思うんですよ。まだちょっとアバターがちょっと微妙でとか、いや音響がちょっととか思うかもしれないけど、その微妙な時からやってしまう。めっちゃわかるそれ。そうだから私も初めてのライブハウスに出た時なんですけど、友達がライブハウスで歌ってました。いいなって言って見に行きました。で私もやりたいなと言ったら、箱の人がやるって聞いたんです。で私ピアノの弾き語りやってみたいけどまだ1回もやったことないし、オリジナル曲1曲もないからどうしようって言ったんですけど、じゃあ2ヶ月後の8月6日ねって6月の時点で言われたんですよ。でやりますって言って、そっから曲を3曲作って猛練習して、80% ぐらいの力で本番に臨んだんですけど、そこから20年やってますから大丈夫ですっていうね。リアルとバーチャルの活動のこう両立をしてる中で、メリットとかデメリットとかってあったりします？私は多分他の VTuber とか VR アーティストの皆さんとは多分全然その入り方も立ち位置も違うと思うんですけど、私の場合は完全にバーチャルはリアルの延長なので、私の活動場所が例えば東京か札幌、そしてそこからバーチャルっていうぐらいの感覚で、もうなんていうんですか、それには体が必要だから作りましたぐらいの感じでメリットしかないです、私にとっては。だから場所っていう考えなんですね。そうフィールドが広がったっていう、もうまさにその通りで、バーチャルで活動したい、でも自分の体持ってけません。じゃあ自分のイメージはそのまま、じゃあリアルでできないような、洋服だったり、リアルの自分がこういう格好をしたいなっていう感じでやってるので、耳も生えないし翼も基本生えない感じでそう人間がそのままバーチャル世界に来て、で自分のでもより自分がなりたい姿に近くはしてるというぐらいな感じなんで、メリットしかない。